皆さんこんにちは、こんばんは。グリーンバイブスマンです。グリバイです。今日は皆さんにサムネイルタイトルでご紹介した通り、育成ライトの紹介をしていこうと思います。で、僕、育成ライトはこの青色、ピンク色みたいな感じで光るやつ持ってるんですけど、そこまで、効果があまり見られるものとそうでないもの、これはそんなに強くないんですけど、強いものを購入してみたので、そのレビューをちょっと紹介してみようと思います。で、何を買ったかと言いますと、この、ヘリオスグリーン LED という、太陽光に限りなく近い、LED みたいなものですね。で、オープンしてみましょう。実はこれ一回オープンしてるんですけど、こんな感じでめちゃくちゃ大きいサイズの LED を購入してみました。本当に何ですかね、開墾植物とかサボテンとかを部屋で育てたい方がよく買うような、LED、あとは観葉植物屋さんとかが、その外に植物を置けないので置くような LED ライトになります。やっぱりピンク色のものって部屋の印象、それが印象よく見えるんだったらそれでいいかと思うんですけど、結構ピンクってあれじゃないですか。で、これは、白の結構メカニックな感じでできています。で、持った感じこのぐらいの大きさですね。結構大きい。これも書いてあるんですけど、これ太陽の、光に可能な限り近づけた、育成ライトということで、この色だったりとか照度だったりとか、この PPFD 値っていうのが、なんていうんですかね、光合成を促せる、値みたいな感じなんですけど、で、あとこの照射距離50センチから70センチとか、あとソケットタイプ E26、これは結構通常の、電球のものでハマると思います。こんな感じの、結構本格的な育成ライト、ヘリオスグリーン LED 約6000、7000円ぐらいしたんですけれども、これを、取り付けてみたいと思います。で、取り付けてみたいと思いますという前にですね、僕が取り付けるにあたって購入したものをですね、紹介します。それがまずこちらですね。これが普通ライトを、つけるのってそのライティングレールだったりとか、電球のなんかソケットみたいなこうガチャってやるやつが必要だと思うんですけど、これは、ここに電球を差し込んで、コンセントになっています。なのでコンセントで電球がつけられるもので、これがAmazon で2つ入って2000円ぐらい、1800円とかそれぐらいで購入できます。なので、なおかつスイッチもあるんですけど、別に観葉植物用じゃなくても、そのね、電球のソケットがないようなところでもコンセントで電球がつけられるので、なんかガーデニングやってる人とかそういうのでも使えるかなと思います。で、この長さが、何メートルだったかな、3メートルぐらいあるコードの長さなので、めちゃくちゃ十分かなと思ってこれを買いました。で、あと必須かなと思って買ったのがこちらのワイヤレススマートアダプターというスマートコンセントですね。要するに、コンセントにこの器具を、もうこれもセットしてあるのでこんな書いてないんですけど、コンセントにこの器具を、挿して、それに、コンセントを挿すと。でそうすると、スマートフォンで、そのスイッチをオンオフできたりとか、あとはタイマーのセットができたりします。毎日、何時から何時までつけるとかですね。そういった感じで、なおかつ外出先でもオンオフが切り替えられるので、天気が、午前中は悪いからつけて出かけるけど、午後晴れてきたから消そうかなとか、そういうこともできると思います。やっぱりどうしてもその育成ライトをつけたまんま、タイマーがなくて何時に帰ってくるかわからない日とか、ずっとついてるのもちょっと
不安なので、これを買ってみました。で実際にもう取り付けてみました。で僕がどんな風な感じに取り付けたかというと、今までこれって南の窓の方にホワイトゴーストとか置いてたんですけど、ちょっとここにディスプレイをしてみました。でこれですね、これがこの電球のソケット部分になります。ここをこうバーンと照らしてくれるような感じにちょっとセッティングしてみました。仮のセッティングみたいな感じですけど、でこれがどうなってるかというと、こう僕は突っ張り棒をこの上のところにしているので、この突っ張り棒のところにこのソケットのコードをぐるぐるぐるっと巻きつけてからの壁に這わせて、こっちはもうスイッチオンになってます。それからこれが先ほど言ったスマートコンセントですねになります。はい、で実際僕の部屋ってこれ今電気をつけてるんですけど、電気を消すとどれぐらい暗くなるかご覧いただきましょうか。こんな感じです。今日曇りで、太陽が出てないのでそもそも暗いんですけど、結構そのホワイトゴーストだったりとか、このキングマハラジャとか比較的光が必要なものを育てる時にはあんまり向いてない部屋かなと。でも僕はこれを育てたいので買ったんですけど、なかなかこのね先端の部分はピンク色になってきてくれてはいるんですけど、なかなか育ってくれなかったりするので、これを買ってみました。で特に夏は僕の部屋も日陰になっちゃうので、この、育成ライトで、観葉植物の育成を促してみようと思います。では取り付けてみたいと思います。はい、取り付けてみました。こんな感じですね。で結構重さは重いので、普通の電球より全然重いです。なので、突っ張り棒とかにかける方は重さにちょっと注意して、引っ掛けた方がいいかと思います。画鋲とかそういうものだと絶対落ちてきてしまうので、何か硬いワイヤーだったりとかそういうのにくっつけてやった方がいいかなと思います。じゃあこれがどれぐらい明るいのかというのをこのスマートコンセントで点灯式を行ってみたいと思います。それでは皆さんよろしいでしょうか。では点灯まで3、2、1ズドン。はいいやめちゃくちゃいい感じですね。ホワイトゴーストがめちゃ照らされてる。こんな感じ。こんな結構この真下とかに行くと眩しい感じですけど、この距離、自分がソファーとかに座ってる距離はこれぐらいになるので、そう考えると全然別に眩しくはない。むしろこうなんか部屋のここの部屋の観葉植物のなんていうんですかね、ここが中心ですよみたいな、こうスポットライトみたいな感じに、主役みたいな感じで引き立ててくれてますね。でこれのちょっと注意事項としては、このヘリオスグリーンの資料にも書いてあったんですけど、照射範囲、推奨照射距離は50センチから70センチで、僕最近行った観葉植物屋さんでもっとめちゃくちゃ近づけてて、ホワイトゴーストめっちゃ成長してるの見かけたんですけど、でもきちんと、50センチから70センチぐらい開けてくださいってなってるので、一応こことここは55センチぐらい開けました。でこのホワイトゴーストの真上に一応置いたんですけど、ちょっと光が漏れて、ここら辺のモンステラフェイディだったりとか、こちらのフィカスティニケとか、そこら辺にも
ちょっと、明るさが入るような感じになっています。で、実際にこの照射範囲はこのぐらい、多分60度ぐらいなのかなと思います。そんなに幅は広くない感じなので、部屋の1箇所に置く分にはすごくいいかなと思います。もちろん部屋を全体を照らせってなったらいくつもね買わないといけないと思うんですけど、ある程度日光が、日光というか太陽の光が必要な植物を、一つのところにまとめておいて照らす分にはすごく十分かなと思います。はい、こんな感じで、ヘリオスグリーン LED めちゃくちゃコンパクトで見た目もスタイリッシュで、これ白と黒が選べるみたいです。で、僕は、インスタグラムからハッシュタグでヘリオスグリーン LED って調べて、そこから販売している、お店を、見つけて購入しました。今回購入したお店は、デルタプランツさんというところですね。なので、概要欄に貼っておきますので、デルタプランツさんの方でもし売ってたらですけど、こちらですね、デルタプランツさんというところで購入しました。製造されている会社さんはまた別の会社さんみたいなんですけれども、その Amazon とかでは売ってなくて、ある一定の、植物を取り扱っている、お店、観葉植物屋さんでのみ、販売しているみたいなので、値段とか在庫とかいろいろあると思うので、インスタグラムとかでハッシュタグで、ヘリオスグリーンライトで検索かけてみて販売してますみたいな投稿が載ってるところで問い合わせしてみるといいかもしれないです。はい、ということで、今日は取り付けてみただけなので、今後ここら辺がどういう風に成長してくるか、それはまた追ってビデオを撮っていきたいと思いますので、ぜひ楽しみにしててください。ということで、今日は、この LED 育成ライトヘリオス、グリーン LED をご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか。まだ成長度合いとかが見えてないので参考にはなっていないかもしれないですけれども、もし、この動画が参考になったと思った方は、楽しかったと思った方はですね、ぜひチャンネル登録、高評価、もしくはコメント等ぜひぜひよろしくお願いします。そして改めていつもご視聴いただきありがとうございます。もう少しだったら、僕がね夢に向けていろいろ頑張ってることを、YouTube をご覧の皆さんにご報告できるかなと思いますので、それもぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。グリーンバイブスマンでした。またお会いしましょう。バイバイ。